だのナックルただのナックルのバック前がなんか悩んでこうやってして全部浮かしてくれるならで次に僕が試合の中でよく使うやり方として、まあ、1セット1試合って5セットもしくは7セットになった時に1セット目に効いてたサーブをやっぱずっと使う選手いるんですよ、5セット目まで。はい、まあ聞いてるなら使いますよ。の方が多いよね。多いですよね。でも聞いてるならそれも結構勝ってたりとかしてたらそうなんですよ、落とし穴で、やっぱりその一つのサーブに頼りすぎたらやっぱ相手も上に行けば行くほど待ってくるんですよ。だから例えばフォア前にずっとブチ下の下が出してて最初ポトポト落としてても、だんだんやっぱ慣れてくるじゃないですか。そうですね。でそれで逆にサーブ持ってる方が焦っちゃってじゃあ何のサーブ出そうみたいな感じで崩れちゃうっていう時も結構あって、だからその時に一つまずやってほしいのは、まあ多分自分のエース級のサーブって絶対1個あると思うんですよ。上回転もしくは下回転ロングサーブって。だからそれを生かすために例えばその他のセットの時に違うコースをもっといろんなコースにも出せるんですよっていう見せ玉のサーブを出すまず意識を持つ。例えば僕の場合だったらYG サーブの、まあ、下回転も上回転も両方得意なんですけど、特にやっぱ競ったところって上回転系出したいんですよね。はい、そうですね。でもそれをやっぱりずっと出してたら相手もだんだん分かってきてパッて払い始めるじゃないですか。そうですね。待って払い始めちゃうんで、例えばその1セットの中の前半中半後半で何かそのサーブを1本ずつは出すんだけどそれ以外は違うコースに出すっていう意識でやってみる。そうで同じコースにでも例えば下回転1本出しておけば上回転効くようになるから、そうっていうふうにもっとコートを広く使う。さっきの話だったらフォア前とバックにロングサーブの、まあ、基本的に2つの場所だけで話してたんですけど、それってやっぱ1個がしっかりレシーブできるようになったらもう片方の方が待ちやすくなるんですよね。まあ、それを散らばすっていうのも一つのやり方なんですけど、じゃなくてこの辺に落としたり、例えば出るか出ないか出したりとかしてその一概にそのコースをただ決めるんじゃなくていろんなところを散らばして相手にいろんなサーブがあるんだよって見せといて勝負どころで自分が得意なサーブ出すっていうサーブの戦術の考え方っていうのも確かにそれだと待たれないですね。自分の例えばサーブの種類が少なかったとしても下回転しか自信ないとかでもしその出すサーブが自信なくて自信ないというか種類が例えば少ないとするじゃないですか。少なかったら出す位置を変えればいいです。そうなるほど。だからここでしか出さなきゃいけない理由はないんで、例えばこっちで縦回転の下回転とナックルサーブとロングサーブしか出せません。例えばこのパターンとしましょう。の時にこの下回転もフォア前、ミドル前、バック前で多分出せるようになるんですよね。でもそれが同じサーブでもここで構えられたら相手は待ち方変えなきゃいけない。そうですね。やべ、なんか来る。なんか違うの来るんじゃねみたいな。怖いっていうどうしようってちょっと思いますね、最初の瞬間。みたいな。だからそういうのを使うだけでもサーブの種類を増やしたって言えば増やしてるんですよ。結局相手が待ち方を変えちゃったらサーブのレシーブの構え方を変えたらこっちからしてもサーブは変えてるっていう認識に僕はなると思ってるんで、ならここからここにサーブを構えて同じコースに出してみるっていうだけでも、例えばここからさっきの例を挙げてフォワードバックにロングサーブの例に挙げてもこっから出す距離とこっから出す距離ってこっちの方が近いじゃないですか。そうですね。近いからなんか相手も距離が近いからだから圧力っていうか向こうが相手がサーブ出してから飛んでくるまでのスピードが速いんですよ。いやそうですね。だからレシーブの待ち方が変わってくる。自然と変えられる。自然と変わってくる。だからこっちにもっと意識を持つようになります。そうですよね。近くなる。でこの状態でロングサーブ出す。であっちにバック。そうまさかここみたいな。余計にこっち意識を持つんで。確かにみたいな感じでそのいいサーブっていうのの生かし方っていうのも一つのサーブを持った時の戦術としてやってみてもいいかもしれないです。いやありがたいですね。今の戦術がやっぱサーブの種類出せる人やっぱなかなかやっぱ少ないんで、方が多いんで。僕も結局縦回転とこっちと YG しか出せないんでバックサーブとか出さないんで。そうですよね。浜田さんもまあでも一個ずつの質が高すぎるっていうのはあるんですけど。でも出す位置を変えたりして一応増やしております。サーブ名としては確かに少ないし、サーブの種類としてはまあ一つずつ縦回転と順横逆横を一つずつ持ってるっていうだけなんで。
ちょっと実践してもらってもいいですか、はい、イメージちょっと実践版というか、例えばじゃあ、僕の場合だったらこの YG サーブのこの上回転が得意ですと、上だった。そう、でもそれはやっぱりずっと出してたら、ずっとこうやって一緒に出してたら絶対パンって払い始めるじゃないですか。パッてしてパッて払い始めるじゃないですか、で効かなくなっちゃうから、なんで、例えば今のサーブが効かしたいと、上で効かしたいと、っていう時に例えば同じその状態で1本例えばロングサーブを出してみたりとか、別に質は何でもいいんですよ、ここのサーブを生かすために長ければいい、短ければいい、別にこの状態でナックルでもいいからとりあえず出せるようにする。でロングサーブもとりあえずゆっくりでいいから長く出せるようにする、っていうふうにしとけば相手いろんなこの構えからあるなと思って、そうでそのね、例えばこのフォア前も下回転も出せるようにしとくの状態で勝負どころでアップ出せば全然見えない。確かに全部を待たなきゃいけない、さっきもうここからこうやってやろうとしたのが、もうこういう入り方になっちゃうんで、そうもうこういうラケットワークになるから必ずなんかもうなんか打点が落ちちゃう。そうっていう風なサーブの組み立て方。これはちょっとレベルが上がっちゃうんですよ。やっぱりいろんなコースに出せなきゃいけないんで。でも一応僕の概念として一つのサーブ練習をするときに相手のフォア前、相手のフォアにロングサーブ、相手のバックにロングサーブ、相手のバック前、で相手のミドル前、相手にミドルのロングサーブって6箇所、この6箇所は一応出せるように練習するんですよね。それ大事ですね。それ絶対大事です。上の宮の時よくやってました。そうなんです。じゃあ全部出せるようにしとけばいい。全部出せるようになって、やっぱサーブはそれができてやっと一つの試合で使えるサーブって言われるんで。そうですよね。同じサーブでも1箇所にしか出せなかったら結局また始めたら2分の1なんで、回転を下回転とか横回転をどんどん覚えていくというよりか、下回転を覚えたならその中でまずはコースを次に出せるようにした方がいいですいいってことですよね。そっちの方が早いですよね。早いです。試合で使いこなす。例えば相手がフォア前がレシーブうまくてもバック前が下手な可能性もあるし。そうですね。めちゃくちゃ多いですね。偏りがやっぱ特に一般の選手だとどっちか感覚ない方多いんで、もう私もそうですけど、こっちやっぱ感覚ないんであんまり。僕逆にフォアの方のフリックとかあんま得意じゃないから、バックの方のフリック、そうまあ得意不得意は絶対あるんで、苦手得て増えてはあるんで、だからそこを例えば同じサーブでもコース変えるだけで効かなかったサーブがいきなり効いたりするし、だからまあそういうサーブの使い方っていうのも一つ試合の中で挑戦してもらっても幅増えるんじゃないですか。そしたら意外と何でもない自分のエース級じゃないサーブが意外と効いたりするんですそれ逆に効くのみたいな。フォア前にいいとかロングのいいのがあるからただのナックルのバック前がなんか悩んでこうやってして全部浮かしてくれるみたいな。さっきの警戒されてピヨッパッパめっちゃ浮くんだよ。確かにあるあるだな。あるあるです。本当にそれはあるあるなんで、だからサーブを例えば自分持って戦術で組み立てるときにはまあそこをやるのも一つのやり方。また価値の高い話ですね。ありがとうございます。ただのナックルのバック前がなんか悩んでこうやってして全部浮かしてくれるみたいな。ありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。ありがとうございました。